はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。3月のエネルギー解説という動画を前の前ぐらいにアップしているので、もしまだそちらご覧になってない方はまだまだ3月後半も星動きますので、そちらで星の動きをぜひ押さえておいてください。全星座共通の話にはなりますが、とても大事な話だと私は思うのでよかったらご覧になってください。では早速いきますね。カップエース、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの5、カップ10、ソード7の逆、フール、ワンド6、吊るし人逆、そしてワンドのクイーン、はい、気をつけることや対策がカップキングの逆と女教皇とオラクルは、はい、マジシャンの逆です。へー、なるほど。少し星の解説させていただきますが、やはり3月14日は月食なんですね。で、月食っていうのは満月の強いバージョンみたいに捉えていただけるといいと思うんですけど、特にこの月食っていうのは少しなんか自分に負荷がかかるとか、何か自分が超えるべきテーマみたいなものを感じる方が多いかもしれません。ちょっとストレスを感じやすかったり、要するに制限を感じたりとか。でもその制限を感じたりストレスを感じてるからこそ、なんかそこから押し出されて自分が結果的にいい方向に向かっていくって思っておいてほしいんですね。やはりなんか今それを感じているその感覚っていうのが非常に大事で、それが3月29日の日食につながっていく感じがするので、とても大事なことなんです。それはね。で、そして3月15日から水星逆行しますが、水星の逆行っていうのは年に3回ぐらいありますし、いつも言ってるんですけど、コミュニケーションに誤解が生まれやすいとか、契約書にミスが発生しやすいとか、そういうなんかそんなつもりじゃないけど SNS 発信したら誤解を受けちゃったとか、そういうこともあるかもしれないので、誤解のないように確認をしてするようにしてください。今だったらそのシステムのエラーとかバグったりとかっていうのがあるかもしれないのでね、余裕を持ってやるっていうことと、もう一つ今、やはり金星もね逆行してますので、自分がやってることって何の意味があるのかなっていうふうに思ってみたり、誰かの愛情を疑ってみたりっていうのもしやすい時なんですね。でもこんな風に水星とか金星が逆行してるからこそ、何か気づかないうちにもしかしたらどこかに自分が押しやられているというか、押し出されていいことに気づくような流れになっているかもしれないので、別にそんなネガティブに捉える必要なく、もし何か自分が不安に思うこととか気になることがあるとしたら、それを感じてる自分にはこの先どんな恩恵があるんだろうって、今感じてることは何につながってるんだろうと思ってると、必ずその流れに乗っていくと思うんですね。で、さらに3月20日が春分の日ですね。この占星術的には春分から1年っていう見方があるので、非常に新しい開幕式みたいな感じなんですよね。で、この3月20日お羊座に入ることによって、獅子座の皆さんはもっと自分の世界が広がるとか、もっと自分の可能性が見えてくるっていうのがあるので、前回なんとなく自分が認められてるとか、自分も生かされてるっていう感覚味わえた方はなおさらのこと、味わえなかった方も大丈夫です。自分の世界というのがもっと広がるなっていうふうに思っておいてください。要するに運勢が全体的に上がるわけですね、こういう時っていうのは。で、その後3月27日からね、また金星が少し逆行して今度は魚座に戻りますので、非常にナイーブになりやすいですが、でもそれも踏まえてまた29日の日食につながっていくんですよね。で、この3月29日以降の日食っていうのは、日食って実は次の日食まで影響あるっていうふうに言われていて、3月29日の次9月22日なので、約半年ぐらい水面下で影響あるよってことなんですけど、要するに獅子座の皆さんにとってはどんな自分の専門性を磨きますかとか、何が自分にとっての一番の強みだと自覚していきますかみたいな、そういった精神的な学びがあるんですよね。ちょっとなんか難しいなとか、躊躇してなかなかできなかったなっていうことに携わっていくような流れもあるので、これはとてもいい、本当にいいステップなんです。これがまだ感じてない方もですね、
3月29日以降そうなって、また5月25日以降こうなってみたいな、そういう流れがあるので、ぜひそういう星の動きがあるんだなっていうのを踏まえた上で、じゃあ3月末ということでカードで見てますが、やはりカードで見てもですね、今のところ現状のところがやっぱフールになっていて、今自分がやってることって今後どう転ぶかわからないみたいなのとか、一旦ちょっとクリアにしたい、なしにしてクリアにしたいなっていうか、整理したいなっていう感じがすごくあるかもしれません。やっぱり入り口もカップの5なので、自分がやってる割に何か成果が出ていないとか、やってる自分が何かいろいろ一生懸命求めている割に感情的にそこまで満たされていないっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれませんね。でもね、今その感じてる自分から流れてきてるちょっと残念な感覚だったりとか、感情っていうものが全てねいろいろ交わって新しい方向に進んでいくんですよって感じがすごくするんです。なんとなくです、今回ちょっとこのデッキを使ってるんですが、このカードを見て何か思いませんか？なんか何かエネルギーが渦巻いて新しい形になろうとしている。でもしかしたら自分の中ではちょっと残念だなとか流しちゃったなとか、そういう無駄に流れていったエネルギーみたいなものがあったとしたら、それが生かされてくるんですよって感じなんですね。例えばですけど、寂しいなとか面白くないなっていう感覚があるからこそ喜びを感じられるとか、フレッシュに何かを感じることができるっていうふうに、何かこれまでのエネルギー感情というエネルギーが渦巻いて新しいものができそうになっているって感じなんです。で今はそれをまっさらな状態にしようとしてる感じね。そしてこれまで少し疑いを持っていたこととか、本当にこれってどうなのって思いながらも理由づけて、自分なりに理由づけて頑張ってきたことっていうものをここで一つ整理して、自分のエネルギーバランスもそうだし、時間の使い方もそうだし、何かをクリアにすることによって非常に自分にとって勝利っていうものを感じるみたいです。よかった、これでよかったみたいなことを感じるみたいですね。なんか頑張ったよみたいな、自分ってこんなに頑張ったんだよっていうのをなんか他者に言いたくなるような感じです。でその後ですね、じゃあまた頑張りますかって言った時に、なんだか自分がちょっとそっちの方向に進みづらい、もしかしたらなんか状況があるかもしれません。それはもしかしたらですけど、やっぱ水星とか金星が今逆行しているので、もうアイデアもあるし、こういう計画で行きたいんだけど、なんとなくそこに進む風向きが今違うとこから吹いてきてて、そっちになかなか流れないなみたいなのとか、そういうのはあるかもしれませんが、でも決してそれが悪いわけじゃないんですよね。止まっておく方がいいのであれば止まっておけばいいし、少し待った方がいいのであれば待って熟成させることで何か別の気づきがあったり、よりいいものが発見できたりするかもしれないので、それは結果的に自分にとっての大きな情熱って一つだけの情熱じゃないんですけど、小さな可能性っていうのがたくさんある、それに気づくよっていう感じで言われてると思いました。なので結果的にはやっぱり非常に3月20日以降っていうのは、獅子座の皆さんは精神的に開かれた感じがします。ここでもやっぱり気をつけることとして出てるのがカップの10なので、とても満たされた感じがありますよ。そしておそらくご自身で分かっているんでしょうね。もし何かちょっと戸惑うこととか引っかかることとかがあったとしても、今はきっとこういうことねとか、自分の中でおそらくちゃんと理解できるからこそ、そんなにね思い悩んでどうこうっていうジタバタせずに、静かにその状況を見て進んでいけるんだなって感じがしました。素晴らしいですね。いいです。ちょっとこれ踏まえた上でのお仕事見てみましょうか。なんか今何をクリアにしたいんですかね。それが気になりますね。時間的なものかもしれないし、いろいろ自分がちょこちょこやってきたことかもしれないし、何かを一旦ゼロにするっていうか、クリアにして次に進んでいくって感じがします。仕事でもそうなのかな。仕事サティスファクション、カップの6が出てます。そしてタワー、そしてカップの5ですね。やっぱりお仕事ってなった時に、本当に自分が満足するためにこれ以上犠牲になるのはやめようとか、後悔のないように、自分自身が後悔しないように何か一つ区切りをつけるって感じがしますね。もし自営業でされてる方とかであれば、もしくは自分が責任を持って何かのプロジェクトを進めているのであれば、本当に
飲まれずに、流れに飲まれてやるのではなく、自分にとって満足のいくやり方にやっていこう。もしそれを周りの人に否定されたとしてもいいみたいな感覚で提出するとかなんか決意するとか、そういうのあるかもしれませんね。でもし別に会社員の方でも、とにかく自分がやってることって何か違うんじゃないかなっていうその疑いがあったとしても、一旦ちょっと仕事に関しては何かを変更させた方がいいみたいなんですよね。でその変更させるきっかけっていうのが、ご自身の感覚が非常にポイントらしいんです。他者に言われたからやっていたけれども、やっぱり自分が思うのはこれじゃないからやめますとか、もうこれ以上その他者の要求に応えられませんみたいな、何かそういう心の状態によって一つの、さっきもゼロの区切りっていうのがあったんですけど、お仕事においても何かそういう気づきがあるかもしれませんね。もうこれは十分やったとか、もうこれうまくいかないならここで手を切っておこう、手を引こうみたいなのもあるかもしれませんね。でもそれは後悔しないように自分で決めるっていう感じがします。はい、ちょっと人間関係見させてください。人間関係ね。女帝、エンペラー、カップ7ということで、とてもいいですね。何かうまくいってる関係性っていうのがあると思うんですね。だからこそこの関係をもっと続けていきたいとか、もっとこの関係を育てていきたいみたいな期待があると思います。そして非常にいい、なんか惹かれ合ってる人がいるのか、いい仲間がいるのか、ビジネスがうまくいきそうなのか、ビジネスとかそういう契約がうまくいきそうなのか、とてもいい、強く惹かれ合ってる関係性があるのかなって感じがします。でこれがこのまま続くのかな、どうなのかなっていうのはまだ見えなくて、まだ可能性っていうのはたくさんあるので、可能性っていうのを思い描いておいてください。この人との関係はこういうものですっていうふうに決めなくても、もしかしたらまだまだ変更していくかもしれないし、人と関わっていくことで見えなかった可能性っていうのがまだまだ見えてくるかもしれないので、まだ未知ですけれども非常に楽しいですし、人に対しての責任感っていうのがすごくいい感じで出てる気がします。責任を持って向き合っていくみたいなことができてる気がしますね。いいですね、とても。あえてちょっとね、気をつけることを見てみますね。久々にこのセルフセラピーカードをちょっと出してみようかと思いました。獅子座さんが気をつけること、なんだろうね。このカードが出ましたね。犠牲にならないでねっていう感じですね。これは自分を犠牲にして他者を救おうとしすぎないってことですね。責任感ある方が多いでしょうから、ここは自分が責任を取ってなんちゃらみたいなのもあるかもしれませんが、ちょっとそれ注意って言われてますね。そしてどうしたらいいのっていう方法、対策に関して言われているのがこの許しというカードが出てます。このカード、ご自身を抱きしめてねって、自分で自分を許してねっていうカードが出ています。どうですか？どこかでね、自分を否定しているのだとしたら、いいんですよいいんですよみたいな、自分で自分を満たしてください、許してください。はい、それができたらどうなるのって、自由になりますということで、フリーダムというカードが出てますね。足かせが取れるのかもしれませんね。心の何か足かせが取れるのかもしれませんね。そして最後はビジョンということで、どこに向かっていくんでしょうか、これから。そしてここから何が始まっていくんでしょうか。マジシャンのカードまだ逆位置なので、もうちょっとだけ時間がかかるって言われてるんですけど、何かが始まりそうな感じがしますね。ということで、ここまでにしておきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またすぐに次の動画ができたら恋愛動画を撮っていこうと思いますので、楽しみにしててください。ということで、いい時間をお過ごしください。失礼します。